ーになる人とならない人の違いって何かっていうと、もうね、この前動画出しましたね。笠原桃奈さんのパフォーマンスの映像を出して、今日石井蘭ちゃんの動画が出ているところでございますけれども、で、なんかコメント欄見てると、結構皆さん、そのファンの方たちですね、もうかなりこう、客観的に、笠原さんの、なんでしょう。まあでも、おそらくハロプロ時代から見ていらっしゃるファンの方たちは、もっともっとその成長度合いみたいなところも含めてですけれども、感じていらっしゃる部分があるんじゃないかなというふうに思ったので、今の課題を知りたいみたいな。あと何をすれば彼女はもっともっとこう成長していくと思いますかみたいなお話ってすごく僕素晴らしいなと思っていて、その彼女のパフォーマンスを全力で応援したいからこそ、おそらくそういった部分についても、しっかりともうなんかこう知っておきたいみたいな。で、そういったものをどういうふうにこれから克服していくのかとか、どういうふうにそこをこう成長として伸ばしていくのかっていうところを、おそらく楽しみにしていきたいっていうニュアンスなんだろうなというふうに結構ご連絡いただいてるのを見ていて思ったところもあるので、応援してますよという体でございますからね。何かこう、あらを探してやりたいんですっていう人ではございませんというところもね、最初にね、一応、もうお分かりかと思いますけども、一応ね、お話ししておこうというところでございます。新田さんと、モーナちゃんのダンス、何か課題はありますかっていうご質問でございまして、本当に素晴らしい。何度も言うんですけれども、こんなにもやっぱりこう気持ちが入ったパフォーマンスができる人がいるんだっていう感動ですね。手の差し出し方、顔の見せ方、すべてにちゃんと向き合ってる人のダンスなので、本当に、本当に素晴らしいです。いろんな人のダンス、やっぱりこう見てきてますし、練習生というか、まあ、なんです、デビューしてない方のこう、トレーニングじゃないですけども、入ったりすることもあるんですけども、そういう方たちのダンスもいろいろ見てる中で、今の笠原さんの技術に関してはこれからもっともっと上がっていく部分はたくさんあると思います。あると思うんですが、根本のそもそもの気持ちのあり方、心のあり方、用意ドン、本当にこれはね、技術だけとか、ビジュアルがいいだけとか、そういう人はやっぱたくさんいるんですよ。本当に上手い人もたくさんいるんですけど、でもやっぱりそのスターになる人とならない人の違いって何かっていうと、もうね、ここなんですよ。ここなんです、本当に。もうどれだけその人がそのパフォーマンスに気持ちを込めてるか、どれだけその人がその一挙手一投足にこだわってるかが本当に鍵でございまして、だから努力できる才能もそうですし、そこに真心を込めたりとか気持ちを込めることができる。真面目に、ど真面目に、ど直球に向き合うっていうのも、これスキルなんですよ。っていうか、こういう、実力というか、あるんですよ、そういうのが。ただそこってあんまり見えてこないものなんですね。だし、オーディション番組とかでそういうのが高く高く評価されやすいシーンかっていうと、そうではなくて、やっぱり歌が上手くなったとか、目に見えやすいもの、耳で聞きやすいものが基本的には評価の対象になるんですが、笠原さんの場合、本当にここが素晴らしいですね。この若さにして愚直にパフォーマンスに向き合えるっていうのは、本当に業界全体で見た時にやっぱりそこが難しいところになるんですよね。なので多分その中曽根先生のおっしゃってることとかめちゃめちゃ全部刺さってると思いますし、そういう意味でのメンタルの部分とかその気持ちマインドの部分がもっともっとこう耕されていくっていうアーティストマインドっていうものが本当に備わってる方、これはいくら教えても身につかないんですよ。これはもう自分で気がつくしかないやつで、もう本当に経験をして気がつくしかないものなので、教えてるそのトレーナーさんがいくら言っても変えられないんです、ここに関しては。もうね、ダンス見ててもう本当に応援したいって思うぐらいの素晴らしいダンスだったんですよ。っていうところで、じゃあプラスアルファどういうダンスができていくのがいいのかっていうところのお話についてはですね、一つまだ見れてないからっていうのもあるんですけれども、グルーブです。はい。これ、歌い方にもおそらくつながってくるかなっていうふうに個人的には思ってるところがありまして、いわゆる回し感とかつなぎ感っていうものになってきていて、このあたりは本当にプロの世界のお話になるんですけれども、今雰囲気的にダンスとか見てるとまだこっちなんですよ。リズムは正確です。だしすごく綺麗に取れてます。早取ることもなくて、面白み今面白くないっていうコメントがあって、面白くないっていうか、真面目なんですよ。パフォーマンスが。で、面白いのは面白いんですよ。もう今の時点でもう面白いというか、なんだろう。すごく伝わってくるものがありますし、東京ガールに関してはグルーヴ感がそんなにないんですよ。
なんでかっていうと音楽にグルーヴ感がほぼほぼないからっていうのがあって、全部見れてないからっていうのはあるんですが、今の段階でですね、今の段階で僕がこう、3曲のパフォーマンスを見た中で、これから期待したいなって思うのはそういうグルーヴ感。大きい動き、綺麗なラインの作り方とかも完璧なんですよ。本当に一個一個の動きに対してこだわり持ってるっていうお話は全部そこに繋がってくるんですけど、すごいラインの作り方、顔の傾け方、体のラインの作り方、このクロスの作り方とか、本当に綺麗なんですよ。っていう中で、その綺麗なシルエットの中に少し崩す部分、ククククっていう崩しの部分とぐさっ、ぐさっていうかぐしゃっていうのが一個ぐわって入ってくると、ワオってなるんですよ。こういうのが上手い人がたまにやるやっぱり見せ方というか、あえての崩しができるっていうところがあって、で、おそらく石井蘭ちゃんとかそういうのができる方かなっていうふうに見ていて感じているところがあります。というのもあるので、そういうちょっとね、新しい、その、イケイケな桃奈ちゃんも見て、なんか喋ってたらね、熱くなってきましたけど、イケイケな桃奈ちゃんのそういう、なんかバイブス、そのあたりをよりこう、突き詰めていくと、これは多分、デビューしてからだと思います。ダンスをもっともっとこれからも深掘っていってほしいなっていうのがちょっと個人的には見てるところもあって、これだけやっぱり完璧に一つ一つの所作に対して、あとは、感性が素晴らしいですね。やっぱり、音楽の捉え方とか環境の捉え方もそうですけれども、表現することへの、やっぱり恐れがないっていうところと、表現すると、本番にだから一番強い人ってちょっと見てて思う部分もあるので、ああいうことができる人はやっぱり、表現のバリエーションが増えていけば増えていくほどえげつないことになるというか、っていういろんなそのカラフルな笠原桃奈さんを見てみたいな。